2025年コスモス国際賞受賞者はオーストラリアニューサウスウェールズ大学生態系科学センター教授デイビッド・アンドリュー・キース博士です。キース博士はオーストラリアを対象とした植物生態学的研究を基盤に地球的視野からの生態系の類型化と国際自然保護連合生態系レッドリストの確立に尽力、生物多様性保全の研究活動に貢献されました。博士は1959年にオーストラリアでお生まれになり、今年で66歳におなりです。熱心なガーデナーだったご両親のもと、自然に囲まれお育ちになりました。博士の植物学への興味はご両親により育まれました。写真は博士が10歳の時、オーストラリア科学アカデミー本部を訪れた時のものです。またサッカーにも熱心に取り組まれました。今なお世界各地へ赴く博士のバイタリティはここから培われたのかもしれません。博士はシドニー大学に入学され、理学の学士号を取得されます。研究を職業にすると志したのもこの頃でした。本日のブートニアにもなっているバンクシア属の分類と生態が卒業研究のテーマでした。大学卒業後は国立植物標本館で勤務されます。またこの頃オーストラリアの辺境地へ奥様のベリンダ様と共に植物採集の旅に出かけました。この旅は人生を変える貴重な経験となったそうです。私生活では2人のお子様にも恵まれました。その後博士号を取得され、広大なニューサウスウェールズ州国立公園に籍を移し、生物多様性の保全と管理に関わる研究に取り組まれました。さらに2012年にはニューサウスウェールズ大学の教職にも迎え入れられ、現在に至っています。博士の研究は地元オーストラリアでの植物生態学がベースになっています。これはキャリア初期からの研究をまとめたニューサウスウェールズ州の植生に関するご著書です。この本は地域特有の自然や植物を理解する上で広く一般でも活用されています。また博士は自然火災が自然生態系にもたらす影響を植物の機能形態から予測し、オーストラリア特有の生態系の維持に定期的な自然火災が重要な役割を果たしていることを明らかにしました。これは森林火災発生地域における世界各地の野生植物と火の関係性を鑑みる上で重要な研究となっています。やがて博士の研究対象は世界各地の生態系に向けられ、人間活動や気候変動などからなる世界的な視野での生態系の消失危険性の評価および生態系の分類研究へと展開されます。従来レッドリストは種の絶滅リスクを評価するものでした。博士は種のみならず個々の生物種が生きる環境である生態系の消失危険性の評価も必要と考え、国際自然保護連合において生態系レッドリストの確立を主導されました。また博士は生態系レッドリストの効果的な運用には生物種が生息する陸域、海洋、大気等の階層的な分類体系の構築が必要であることから、
全世界で適用可能な生態系の類型化に尽力されました。このようにキース博士は植物生態学と保全生態学に精通された専門家としてご自身の研究を追求されてきました。この功績が認められ、2023年栄誉あるオーストラリア科学アカデミーフェローに選出されました。そして10歳の時、ご両親と訪れたオーストラリア科学アカデミーでの任命式に奥様のベリンダ様と共に再び訪れることになりました。キース博士によるマクロな生態系の評価方法の確立とその保全に関する業績は包括的・統合的な視点および普遍性を重視するコスモス国際賞にふさわしいものです。キース博士はこうおっしゃっています。自然を理解し尊重することは文化を超えて不可分につながっており、この相互依存関係が自然と人間の未来にとって不可欠である。デイビッド・アンドリュー・キース博士、コスモス国際賞のご受賞おめでとうございます。